この手錠で試してみよう。君が嘘をつくたびにこの手錠を一つ進める。君は僕の質問に素直に正直に答えればいい。わかった？どうしてここにいるかわかるかい？僕たちの愛のためだよ。その言葉、本当に信じていいのかな？この手錠で試してみよう。簡単なこと。君が嘘をつくたびにこの手錠を一つ進める。君は僕の質問に素直に正直に答えればいい。わかった？ありがとう。君のそういうところが大好きだ。早速質問なんだけど、僕が会う前、他の誰かを愛したことはある？嘘はいけないよ。もう一度聞く。他の誰かを愛したことはある？正直が一番だ。僕以外に心を奪われたことがあるなんてね。次の質問。僕のことを本当に愛してる？君のその言葉、本当かどうか心が疑ってるんだ。ねえ、僕のすべてを受け入れることができる？それは素晴らしい答えだ。君が僕だけのものになるのがあと少し。本当？その言葉、僕を幸せにするよ。これで最後。君はこれからもずっと僕だけのもの。僕たちの愛はこの手錠のように決して壊れない。君は僕のものだ。ん？質問？何でも聞いて。あ、私のことを信用して愛してくれますか？あ、もちろん。
君のそういう強さが僕を引きつける。君にはかなわないな。すべてがお見通しってわけか。もうお互いにつけたこの手錠、嘘をつくごとに進んでいく。今の状況を見たら、僕の方が嘘をつく重さが深いように見える。僕だって君のことを愛し、ごめんね。まだこの言葉は僕にふさわしくない。いや、それって、ありがとう。ありがとう。こんな僕のことを認めてくれて。僕のこの気持ちを口で伝えるのはまだもったいないね。だから行動で示していくよ。君は壊れてるって言ったよね。ごめんね。これからいろんな性格が出るかもしれないけど、すべて君のことを思うし、絶対に傷つけないことをここに約束する。今日はこれで終わりかって？もちろん終わりだよ。はい、おやばいやばいやばい。エフェクトがかかったままで。お疲れ様です。作水です。一応アフタートークとしてやらさせていただくんですけども、自分は作品の後にこういった感じでアフタートークでお話をしています。で、最近の自分のブームなんですけど、なんか今まではアフタートークってすごくなんだろうな、確立した感じでやってたんですけど、最近はもう本当に思うままに話すというか、より自然にっていうのをすごく大事にしてるので、このなんかみんなに伝わるかわかんないんだけど、このままの流れでお話しさせていただければなって思ってます。もしよかったら、ヤンデレよかったよとか、今日の演じ方よかったよとか、これからも応援してるねって思っていただけるのであれば、チャンネル登録、高評価、ご感想お待ちしております。ということで、今回は監禁0日目×ヤンデレ、金属音が、深まるにつれ、僕の愛は没愛す、嘘をついたら手錠一つずつ進めていくねという作品を、作らさせていただきました。でもこれはフォロワーさんのナタさんの、ツイートを拝見させていただいて作った作品になってます。で、一応そのナタさんにこれの作品をもとに、
作品を一つ作っていいかという確認を得たところ、楽しみにしてますという声をいただいたことで実現した作品になるので、改めてここで感謝の言葉を伝えさせていただきたいと思います。ありがとうございますいやね、でもどうでした？まさかとは思ったんですよね。この手錠の音を使うなんて全然イメージもしてなく、でも確かにすごい自分は良かったなって思っていて、そのツイートを見た瞬間、そのナタさんのツイートを見た瞬間にもうビビッときたんですよね。あ、これは一つの作品にしたいし、自分が思い描いていたものの一つだって思って、こうやって監禁0日目、これから監禁をしていくよっていうのにあたってのスタートに使わさせていただきました。本当に申し訳ないのは、自分結構この監禁シリーズってオリジナルでやっていて、すごいその日にちがバラバラなんですよねもう自分の性格がもうもろに出てるんですけど、やりたい時にやるというか、だからでもある意味その監禁0日目とか監禁20日目のその日数が意味ないかって言われたらそんなことはなくて、0日目だからこそこうやってその相手を知る、お互いのことを知るっていうのはすごく大事かなと思ってこの作品をやらさせていただきました。ちゃんと許可は取らさせていただいていますので、そこは、ご安心くださいでもそのここで一つ面白いのが、嘘をついていたら手錠が1進むっていう事実をもとに話が進んでいるから、話すことをすべてそれが嘘なのか、それが本心なのか嘘なのかってのが確定して話が進んでいくっていうのはすごく面白いなって思ってて、この嘘本当に関しては本人たちの力量とかそれに認識にもよるからそれあれなんだけど、でもこの作品に関しては手錠が一つ進むってことはそれは嘘っていう認識になって、手錠の音が鳴らないってことはそれは本心だと思うっていうので進んでいく。結構面白くないですかでも話の流れとしては女の子は本当に心から愛していると。でも男の子の方は愛してる、いや好きだけど正直純粋に心から愛せない、疑いを持って愛してる。それを女の子は知ってるから、ああいった感じに質問をしていったんだよね。でなんかちょっと話はちょっとそれていくかもしんないけど、物事の決定とか継続させていくには、自分自身が知って自分自身がどうしていかないといけないのかっていうのを決めた方が継続していくと思うんだよね。今回で言うと、自分には彼女への愛が足りなくて愛が足りなくて愛が足りないことを知る。でその愛が足りない自分に何ができるのかを彼女に伝える。そうすることでより愛は深まっていくっていうことを仕向けているのが彼女だから、今回の主役は主人公じゃなくて彼女なんだよね。分かっていただけるのかなお互い自分はその暴力とかその誰かを傷つけるような作品は作りたくないから、お互い
愛のもと作品を作成させていただいているんだよね。だから今回の作品はすごく楽しくやらさせていただきました。どうだったでしょうか自分的にはもうお気に入りはもう一番最後もちろん今日はこれで終わりかって、もちろん終わりだよ。そしてその手錠が鳴る。それはどういう意味かって言ったらちょっと待って、昨日お酒を飲んだのか飲んだんですけど、なんか酒焼けしてるかな、喉がレモンサワー一杯でもうちょっと喉が弱いのでトローチ舐めながら安静にしたいと思います。ということで、まあ嘘はいけないけど、いい嘘もあるんだよみたいな感じで終わらさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。そしてこの、作品の、スタートになったなつさんのツイート、そして、その作品化させていただけることを許可してくれたことを感謝するのとともに、この作品をご視聴いただいて高評価ご感想いただける皆さん、日々本当に誠にありがとうございます。なんかね、いろいろと最近このヤンデレの界隈は燃えてたりするんですよ。確かにヤンデレって、結構いろんな紙一重な部分が多いなって思ってます。それが魅力的でもあり、それが狂気的でもあり、でもなんかなんだろうな、印象ってその人の理解度によって変わってくるから、だからその物事誰が悪いって言われたら、この人が悪いっていうのはなかなかないと思うんだよね。それは人々それぞれ理解が違うから、だからそういうのをちゃんと理解して自分も活動していかないといけないなっていうのを改めて思いましたっていうだけ最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画で、もしよければ作品チャンネル登録高評価ご感想を皆様からお待ちしております。それではご視聴いただきありがとうございました。今日明日があなたにとって僕にとってもいいことがありますように。それではまた次の動画でまたね、バイバイちょっと今日テンション高かったな。またね。